キャー。鋭い悲鳴が動物園の賑やかな雰囲気を打ち破った。直後、血まみれの女性が人混みの中から駆け出てきた。彼女は恐怖に歪んだ顔で動物園の出口に向かって走り、周りの人々は足を止めて困惑して見回した。何が起こったの？どうしたんだ？女性の悲鳴は続いた。虎が人を食ってる。逃げろ。私は呆然とした。ここは飼いならされた動物で有名な場所じゃなかったか？どうして人食いの虎がいるんだ？女性の話を確かめるように、近くの猛獣園から耳をつんざくような虎の咆哮が響き渡った。その瞬間、背中に冷気が走り、思わず震えた。事態の悪化に気づいた訪問客たちは、女性に続いて出口に向かって慌てて逃げ始めた。誰もが次の虎の標的になるかもしれないと思うと、場面は大混乱に陥った。何か不思議な力に惹かれるように、私は人混みとは逆方向に猛獣園に向かった。激しい血の匂いが鼻をつく。人波の隙間から骨と皮だけになるほど痩せた虎が足元の獲物を引き裂いているのが見えた。虎の首には血だらけの首輪がついており、切れた鎖が動くたびにカチャカチャと音を立てていた。私はこの虎を知っている。名前は花。30分前に見たばかりだ。花はサーカスから救われた虎で、人間を非常に恐れていた。ネットには飼育員の丁寧な世話で人間への警戒心を説いたという宣伝があふれ、多くの訪問客が特に見に来ていた。訪問客が虎に近づけるように、動物園は花を檻に入れず、鎖でつなぎ、猛獣用のマズルをつけていた。だが今、眼前の凶暴な獣を見て、人々は一つの真実に気づいた。獣はいつまでも獣であり、その止血的な本性は決して変えられない。虎の足元にある体は、もはや人間とは思えない姿で、周囲には血が飛び散っていた。肉が引き裂かれる音は、耳障りなほど尖っていた。私のように好奇心から、周りには見物人が集まっていた。私たちの存在に気づいた虎は、血と肉の山から頭を上げた。その琥珀色の目と対視した瞬間、殺意を感じた。一瞬、全身の細胞が痙攣し、本能で振り返って走り出した。背後では虎の咆哮が炸裂し、周りの人々は虎が狂ったと悟って慌てて逃げ惑った。いや、近づかないで。一声の悲鳴が身を凍らせるように響いた。思わず振り返ると、虎が一人の人に飛びかかり、その頭を一気に噛み切って口に含んでいた。悲鳴は骨が折れる音で途切れた。私は早く目をそらし、足を速めた。虎が人を食う様子を直接見るのは初めてだった。人の首から血が噴き出す瞬間さえ見てしまった。もし1秒遅れていたら、自分がどうなっていたか想像する勇気がなかった。その時、動物園のアナウンスシステムが作動した。設備の古さから放送にはパチパチとしたノイズが混じっていた。ご注意ください。猛獣園で虎による認証害事件が発生しました。当該エリアに近づかないでください。スタッフが状況を処理し、虎を檻に収容する予定です。パニックにならないでください。これを聞いて、私は心の中で悪態をついた。虎が2人を襲った後でやっと対処するとは、スタッフは完全に無責任だ。すぐに出口に到着した。そこは人でごった返しており、鉄製の門はどこかの間に鎖で閉じられていた。訪問客たちは門を遮るスタッフに怒りを込めて睨みつけた。何してるんだ？開けて。俺たちを虎の餌にするつもりか？スタッフは20代ぐらいの若い男性だった。このような騒ぎに顔を青くしながらも必死に説明した。申し訳ないですが、まだ門を開けられません。他の動物が驚いて公園から逃げ出し、人を傷つけるのを防ぐため、
動物の確認をしています。虎はすでにスタッフによって檻に収容されました。安心してください。もうすぐ終わります。訪問客たちはいよいよ焦ってきた。なんで俺たちも閉じ込められるんだ？外の人は人間で、俺たちは人間じゃないのか。開けて。開けて。この動物園は自然に近い環境で動物が順応しやすいように、もともと山の中に建てられていた。だが欠点は出口がここ一つしかないことだ。根門が閉じられれば、ここにいる全員が虎の餌になる。人混みの中にいた見た目の良い女の子が携帯を取り出し、大声で叫んだ。家族連れは絶対に京福動物園に来るな。ここの虎は人を食う。もう3人が死んだのに、動物園は出口を閉じて俺たちを閉じ込めてる。これで俺たちは死ぬんだ。原来この女の子は有名なライブ配信者で、動物園の話題を利用しようとしていた。命を落としそうなのに、注目を集めることばかり考えているとは思わなかった。その時、ライブ配信の視聴者数が急増し、多くの人がこれはネットフリックスの宣伝だろうと思っていた。これを見た配信者は、カメラを直接血まみれの女性に向けた。このお姉さんは虎のすぐそばにいて、最初に虎が人を食ってると教えてくれました。女性は地面にしゃがみ込んで震えており、目はうつろっぽかった。周りの人々はライブ配信を見て、たちまち助けを求める声を上げた。動物園は俺たちを人間として扱っていない。みんなで評価して。ライブ配信のせいで場面は一層混乱した。有名配信者がこの女性に執着しているのを見て、私は思わず割り込んだ。みんな。今一番大事なのは警察に電話して救助を求めることだ。ネットの人に頼っても無駄だ。一言で言い切ると、訪問客たちは悟ったように携帯を取り出して警察に電話をかけ始めた。もしもし？警察のお兄さん、助けて。京福動物園の虎が人を食ってる。動物園はまだ出口を閉じて俺たちを閉じ込めて必死にさせようとしてる。周りの訪問客たちもついて叫んだ。助けて。警察も事態の深刻さを悟り、電話で即座に救助に向かうと約束した。取材、アナウンスが再び流れた。すべての訪問客の皆様、安全上の理由により、各園の動物の数を確認しております。また、どうか。突然アナウンスから悲鳴が響き、人々の神経が再び緊張した。直後、獣の咆哮が動物園全体に放送された。肉を噛む音がしばらく続き、その間に骨が砕ける音が混ざっていた。スタッフの男性は瞬く間に足元をすくわれて倒れ、顔は蒼白になった。虎はすでに収容したって言ったじゃないか？なんでアナウンサーが襲われたんだ？先頭に立っていた巨漢の男が彼の襟元を両手で掴んで持ち上げた。くそ。門を開けないとお前を縛って虎に食べさせる。今すぐ開けて。スタッフは震えながら言った。私には門を開けられません。鍵は園長の手にあります。人々はここで長時間たむろしても時間の無駄だと悟った。巨漢の男は即断即決でスタッフを捨てて動物園の奥に向かった。誰かが恐怖で叫んだ。どこ行くんだ？中に虎がいるぞ。巨漢の男は唾を吐いた。鍵を探すんだ。それともお前たちと一緒にここで死にたい？彼の行動を見て数人の人々が同行することを申し出た。他の人々は救助を待つことを選び、リスクを冒したくなかった。こうして人々は二つに分かれ、私は鍵を探す人々と共に、再び動物園の奥に進んだ。奥に進むほど、道中には倒れているスタッフの姿が見えてきた。俄然、これらの人はすべて死んでいた。だが遺体は無傷で、
虎に噛まれた形弱はなかった。人々は長い間沈黙し、ついに誰かが言い出した。虎以外に人を傷つける者がいるのか。誰も応じなかったが、事実は眼前にある。戻るかどうかためらっていると、周りの緑から突然動きがあった。次の瞬間、前にいた男性が突然かがんで痛みで叫んだ。くそ、痛い。その瞬間、男性の足元から黒い影が素早く逃げ出し、姿を見せなかった。男性はパンツの裾をめくると、ふくらはぎに2つの円形の傷があり、血を流していた。人々は驚いて叫んだ。これは何？ここに蛇がいるのか。私は立ち上がって周りを見回すと、四方には砂利と木の枝が入った透明な飼育槽が並んでいた。手前には立てかんばしがあり、近づいてみると、ブラックマンバに関する簡単な説明が書かれていた。私は叫んだ。これは蛇舎だ。原来私たちは知らず知らずのうちに蛇舎に来ていた。人々は即座に固まって一団になった。そしてそのふと奥に灰褐色の蛇がゆっくりと這い出てきて黒い舌を出していた。私は即座に反応した。これは世界で最も危険な蛇の一つ、ブラックマンバだ。ブラックマンバは体を起こし、攻撃的な構えで私たちを見つめた。噛まれた男性は顔を青くした。俺はこんなものに噛まれた？足元が弱って、いつ倒れても不意外な様子だった。私は慌てて彼を支えた。焦らない。この蛇は有毒だが、まだ時間がある。早く血清を注射すれば救える。男性は夢中から覚めたように。そうだ、そうだ。逃げ出せればまだ救われる。とはいえ、今園長がどこにいるかわからず、こんな猛毒蛇が見張っている状況で、ここから逃げ出せるかは疑問だ。私は人々にゆっくりと退場するよう説得しようとしていた。誰が突如として熊手を拾って蛇を刺そうとした。没相当この行動がさらにブラックマンバを激怒させ、蛇は木の枝に這い上がって男性に向かって早く襲いかかった。危ない。ブラックマンバは男性の首に噛みつき、黒い体をしっかりと巻きつけた。キャー。男性は慌てて蛇の体を掴んで外に引っ張ろうとしたが、少しも動かなかった。蛇が体を収縮させるにつれ、男性の